はロックしたよ。さまざまな事情を考慮し、本人の意思を尊重することといたしました。OK。今開けたけど。スープ用です。これはね、丸骨6にバラ骨4ぐらいやる割合的に言うたらね、丸骨ばっかり使ったらちょっとあんまりにも濃くなるっていうか。はい、たまちゃん危ない。一番いい。大根かね。大根。里芋も気持ち悪いね。1年で一番暇な時期ですよ今。あ、そうなんです。夏の方が忙しいんですか。8月一番忙しいです。うちほら冷たいもん一切やってないんだけど、冷たいもんやったんですよ。ビールと飲み物ぐらいなんだけど、去年も8月売り上げ一番だったんじゃないかな。欲のない時に手っ取り早くこういう栄養価の高いものを食べることになるとラーメンが一番でしょ。どこのラーメン屋さんもそうかもしれんけど、隠し味にほとんどニンニクみたいなのも入ってるから、ニンニクっていうのは食欲を増してくれるし。その話忘れとるときに今ちゃうか。これで焼き豚薄口と濃い口のブレンドペッパー。丸高屋さんで修行されたんですね。そう3年弱修行してるからね、もう38年から9年35でやって丸々35年。長いような短い。初めやった時に親父がもうカンカンになって怒ってね、アホかよって。35ぐらいやとほら貯蓄もなんもないしさ、銀行から金借りるにしてでもさ、また数千万借りんねやかんわけ。やっぱバックに一人誰かおってもらわんと、親父のとこ行って頭下げて。いよいよ出発の時、そこにこれの。これがほらラーメンの中に入れる油、はい。これ作るのにね、工程から最後の仕上げまで行くと5時間ぐらいかかるから、だからそれがね、これ2つ分ぐらい全部下分して全部してる。
まだいいか。これで2日分。よっ。よいしょ。1時間ほど様子見1時間半大丈夫やね。はい、いただきます。どうぞ。サラリーマン時代に先輩に連れて行かれたのが丸高屋。あの時衝撃受けて、なんでこんなうまいんやって。でそこからずっとサラリーマンやってて、北日本新聞にさ丸高屋の募集出た時に一生懸命辞表書いてね。それ持って会社行ってその足で丸高屋へ面接に。店名も丸高屋さんから取ったっていう形です。加盟店の映画に丸高屋はやれないと、数店こういうのとこういうのありますけど丸中屋でいかがですかって言ったらそれでいいよって言われたから丸中屋で。ずーっとこう煮詰めるごとに水分飛ばされることによって油だけになるからそれがちょうどいい具合に上がるんです。もう山盛り入れてくれいう人がいる。トッピングはみんなうちただやからこれも含めてうちのラーメンだからここでだいぶ浮いてきたからもうそろそろ。ラーメンはこういう油かすも全部含めて化学調味料一切入ってないから。いやーちょっともたくさんって言うか。はいはい。はい、失礼します。はいはい。気をつけて帰らない。はいはい。
はい。そうそう、あんたに切り替えてくれなんから、もう2年後はさ、お互い、でもあったよ、特別教師の、普通教師の人がいて、これあれヤムさん。毎朝食べられるんですか、ラーメンは。うん。修行に行ったその日から38年毎日。寒いです。これね。一瞬で別世界へ始めるなら今。固めで。はい、いらっしゃい。チャーシュー大盛り。はい、両方で。はい。はい。このままで。はい、すみませんね。はい、あ、危ないです。両方で油多め。あ、買った。あ、テーブルに？うん。あ、テーブルにはまだでさっきに。これおすすめ。すぐなくなる。だから早く来た。はいか、熱いねが。熱いわ。油だけ多め。油だけ全部多め。はい、わかった。で、ネギ多め。ネギ多め。はい。チャーシュー。はい。チャーシュー。ような。はいよ。はいよ。これ。うまい。まるで俺作ったみたいな言い方してる。チャーシューすげえ。これにライスつけてじゃあ。チャーシュー。月一は絶対行きます。ここのラーメン屋は濃いめ、固め、油多め。昔からの味でうまい。ありがとうございます。どうも。
はい。両方で。はい、参ります。はい、固めの大盛りです。いろいろあれしとったらここにたどり着いた。麺が昔から使ってる麺でしょうがあれだったんで気に入ってそれからよく入ってます。はい、1番3つ。あ、はい、出してね。はい、1番。はい、いらっしゃい。カウンターどうぞ。横の固めも出るし、3番の2つも出る。はい、了解。ごめんなさい。いえいえ、何をしたの。はい、はい。次は6番さん。熱いですよ。はい。もうちょっと焦がして。はい。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、すいません。美味しい。自分が小学生ぐらいから聞いたから。そう30年ぐらいで思った。スープが私は大好き。たくさん飲んじゃうくらいに。ラーメン好きなもんで。あと1番入ってるよ。何年ぐらいお店入ってるんですか？もう20歳にはもうここにおったから結構長いですね。もう20年ぐらい経ちます。それとも次4番。4番出て、固め2つで。美
親父も年だし、じゃあ俺やるかいう、で俺と弟と2人でやるわみたいな感じ、まさか長男が継ぐなんて言うてくれる思うとらんもんでさ、親父さんからしたら安心なんじゃないですか。正直言うてね、俺はもうね親父の後継がんだ方やから、でサラリーマンやってしまうんだから、だからあんまり子供にはそういう継ぐとか継がんとかっていう話はあんまりしたくなかったんでね、どっかそこら辺に座ってればいい、飾りみたいにさ、それで昔からのお客さん来たら俺が相手すればいい。でもね、こうやって店やっとるとね、いろいろな物語がお客さんが繰り広げてくれるから、本当に面白いよ。